マットレスが届くってすごいな。おお、すごいすごい。1700個ぐらい入ってるみたいですね。おお、最高すぎる。こんにちは、トバラグです。いやー、今日はね、久しぶりにリビングから動画をお送りするんですけども、今回はね、ちょっと寝具をリニューアルしようかなっていう動画を撮っていきたいと思います。最近ね、結構朝起きたら肩とか首とか背中とかね、めちゃくちゃなんかこう痛い感じがあるので、今回ね、思い切って寝具をね、リニューアルしていくって感じですね。というわけで、早速動画撮っていきましょう。はい、というわけで本邦初公開なんですけど、これがね我が家の寝室ですね。こんな感じで、なんと革の字でねシングルのマットレスを3つ並べて今は寝ています。ここが僕で、娘妻っていう感じですね。なぜシングル3つなのかっていうと、僕がね新卒ぐらいの時にこれを1つ買っていて、で妻とね同棲する時にもう1つ買い足して、娘が生まれたから3つになったっていう。で、僕のねこのマットレスなんですけど、もうね新卒の時から8年ぐらいこれを使っているので、この真ん中の部分がねへたってきちゃってるんですよね。こうやってね触るだけでもコイルの形とかどこにあるか分かるし、ちょっとねこうグイグイって押すとね、ですごいコイルがねバキバキってなるようになっちゃったんですよね。でそれでね寝返りすると子供がその音で起きたりとか、いろいろね悩みがあったわけなんです。じゃあ早速このマットレスたちを変えていこうと思います。はい、というわけで今回導入していくマットレスがこちらですね。これマットレスっていう敷布団じゃないのみたいなサイズ感で届いたんで、結構ね驚きなんですけど、モートっていう日本の寝具メーカーが出しているマットレスですね。ポケットコイルを採用して、とにかくね寝返りの打ちやすさとか寝てる時の包み込む感覚を追求したマットレスって感じらしいです。早速ねちょっと開封していきたいと思います。いや、このサイズでマットレスが届くってすごいな。これはね普通になんか宅配業者さんで届いて、大きい方はね一応大きめの家具配達っぽい感じで届いたんですけど、普通にね一人暮らしとかだったらこのサイズってめちゃくちゃすごい。よいしょ。すごい。めっちゃ圧縮されてる。で説明書もこんな感じで入ってるんですけど、まずはやっぱ開封ですね。あんまりやるとなんかマットレス傷つけそうで怖いんですけど、おお、すごいすごいすごい、一気に来た。よいしょ。おお、すごいわ。すごい、これギシギシ言わないし、思ったよりねなんか今まで使ってたマットレスと比べても圧倒的になんか柔らかいですね。マットレスの表面って結構硬い素材のイメージなんですけど、ネルの場合はなんかこの柔らかいふかふかした素材感ですね。なんか中にもねちょっとウレタンフォームっぽい感じのが入ってるのが、すごいなんかこう沈む感じで柔らかい気がします。触るとねわかるんですけど、このぐらいのポケットコイルがなんかねダブルサイズで1700個ぐらい入ってるみたいですね。めちゃくちゃ量が多い。いや、この後セットアップしてこれで寝るのめっちゃ楽しみですね。今開けたのシングルなんですけど、ちょっとねキングの方も開けていきたいと思います。めちゃでかい。おお、めちゃくちゃ空気が入ってます。はい、ちょっとねキングサイズは開封結構大変です。2人以上でやることをおすすめします。いや、つけた。おお、はい、というわけで設置が完了しました。今回はね冒頭でも紹介した通りネルのマットレスを使っています。ネルのマットレスはポケットコイル式のこのねマットレスで、九州の老舗のね、マットレスメーカーとモートっていう会社が提携をして、それでね作り上げられたマットレスですね。このマットレスの特徴は後で紹介していくんですけども、サイズですね。サイズに関してはキングサイズ1枚とシングルサイズ1つを選びました。理由としてはね、娘がこれからね独立して自分の部屋を持つようになったら、これだけをね切り離して使えるようにして、で夫婦でね使うマットレスに関しては、ちょっとね大きめで広々と寝たいっていうのがあってキングサイズを選んでいます。はい、でそもそものねマットレス選びの話ですね。ネルのマットレスはポケットコイルなんですけど、結構ね世の中見ていくとたくさん種類があって、例えばウレタンフォームを採用したものだったり、コイル式でもねボンネルコイルだったりポケットコイル、このネルのやつですねとかいろいろあって、それぞれねメリットデメリットがたくさんあるっていう感じです。でマットレス欲しいなっていう風に調べていくと、結構ねハイエンドな特徴として、ポケットコイルを採用しているものがたくさん
ん出てきます。でその中でね、なぜネルのマットレスなのかっていう話をしていくと、で特徴1つ目が市販されてるねマットレスの中でもポケットコイルの数が2倍ぐらいあるらしいんですよ。このね一見柔らかそうに見える感じのマットレスなんですけど、実はこの中にはダブルサイズでいうと1700個ぐらいのねポケットコイルが入ってるみたいなんですね。これは普通のマットレスのだいたい2倍ぐらいの数らしくて、で数が多いとよりねこう寝た時の体圧分散が優れるらしいんですね。そもそもねポケットコイル式のマットレスのメリットは体圧分散に優れるから、こうやって寝た時にねなんか荷重がかかりやすい腰とか肩の負担が減って、体のね疲れが軽減しやすいっていうものがあるんですけど、それをね2倍にしたことによってよりどんな体型の人でも本当にねこうやって寝た時のね疲れを軽減してくれるっていう感じのメリットがあります。これって結構コストがかかることなんですけど、モートの場合ねオンライン専門で販売しているので、その辺のねコスト削減ができてるからこれが実現できてるみたいですね。で特徴2つ目としては寝返りに特化したコイル配列になっているところです。このマットレスの縁の部分と、あと腰とかね硬めの重い部分が来るところにより硬めのねこうコイルを採用して、その他の部分は柔らかいコイルを採用するみたいな使い分けをすることによって寝た時に寝返りしやすくして、よりね寝てる間の体への負担を減らすっていう工夫を施しているみたいですね。実際にねこうやって座ってみると真ん中の部分はちょっと硬いけど、このね足の部分はちょっと柔らかいみたいな感じで明らかな硬さの違いを感じます。本当にこうやって見ただけだとすごいねサラサラで柔らかい雰囲気で、かつね手でこうやって押し込むとウレタン素材のね沈み込む感じがあるんですけど、よりね体重をかけるとその下のねコイルの硬さが分かるって感じですね。実際にこの特徴寝てる時にどんなメリットがあるのかとかは、実際にね試してから後で紹介しようと思います。で特徴3つ目としては10年間の保証があるっていうところですね。マットレスね見た感じ普通の感じなんですけど、なんかね体圧テスト10万回のやつに合格してるみたいなんですよ。他のなんかウレタン製のマットレスとかだと、数万回とかで結構ね下手ってダメになっちゃうみたいなんですけど、その辺はねポケットコイルだからなのか耐久性かなり優れてるみたいです。でそれゆえにね10年間の保証があるので、例えばね途中で普通に使っていてなんか壊れちゃったっていう時とかも返品交換というか、ちゃんとね修理対応してくれるみたいですね。その辺ユーザー的には安心感があります。とはいえマットレスいくら機能性がすごいいいよって言っても、結局はね自分の体次第だったりするんですよね。そういうところでね一応ネルのマットレスの場合だと実際に届いてから120日間以内はね返品ができるので、実際ねお試し感覚で使ってみるのも良さそうです。というわけで早速ねこれからスノコとかシーツ敷いていきたいと思います。はい、早速ねベッドの下に取り付けるすのこを開封していきます。なんかねマットレスっていうとやっぱ足つきのものとかなんかフレームちゃんとしてなきゃいけないみたいなイメージもあると思うんですけど、意外とねなんかこういう普通のすのこでもいいらしいですね。ベッドのフレームって買うとね2万円とかしてくるんで、なかなかねそれとマットレス同時に買うって難しいと思うんですけど、そのね予算があるならマットレスに全先して、このねすのこというか下に敷くものは最低限のものっていう選び方の方がいいみたいです。よいしょ。こんなやつです。普通にすのこ。はい、こんな感じですね。めちゃくちゃ薄くて、これ1個4000円ぐらいの霧のねすのこを選びました。でこんな感じでぐるぐる回って、ここにね滑り止めがついてるマットレス専用のやつですね。で一応ねモート方式だと7センチぐらいの高さがあるものを推奨してるみたいなんですけど、ポケットコイルそもそもね通気性結構いいらしいので、これでも全然問題なさそうです。もしね下にロボット掃除機をバーって掃除させたい人とか、そういうね通気性めちゃくちゃ気になる人だったら、高さがね若干あるベッドフレームみたいなのを選んでもいいのかもしれないですね。でとりあえずねシングル用を1個なんで、ここによいしょシングル用を固定します。意外とむずいなこの設置。このタイプちょっと引っ張るとこの下のねすのこの部分も一緒にこうついてきちゃうから難しいな。なんか2つ折りタイプとかそういうのもあったんで、2つ折るタイプとかの方が楽かもしれないですね。一応このぐらいの高さは出ますね。無難にいい感じだと思います。
で今回ねすのこに関してはシングルサイズ3つを買いました。意外とねキングサイズの周辺機器選び難しくて、なんかねニトリとか無印良品で今までねシーツ買ってたんですけど、シーツとかこういうすのことかねキングサイズ用売ってないんですよね。なんかセミダブルとかクイーンサイズまでしかなくて、この辺ねぶっちゃけその周辺機器選びで言うと、キングよりもねシングル3つの方が良かったかなっていう気はちょっとしてます。そもそもマットレス搬入搬出ができるかとか、あとこういう周辺機器類ちゃんと用意できるかみたいなのをね考えてマットレス購入した方が良さそうです。よいしょ、これは難しそうだな。いやこのロールタイプのすのこね、できれば2つ折りとかのタイプがおすすめかもです。こんな感じでねロールタイプだとなんかちょっと歪んで難しかったり、マットレスをスライドさせるとこっちもねそのままスライドしちゃうんでちょっとむずい。はい、すのこはこんな感じで、次はシーツですね。シーツ選びもね結構難しくて、この伸びてねフィットするタイプのものと、あと洗いざらしのねコットン 100% みたいなそういう系の素材の2種類買ってます。よいしょ、こんな感じ。いやこっちめっちゃいいな。サイズがあったら最高ですね。本当はねオーダーメイドで選ぶのが一番良さそうなんですけど、今回はねちょっと早く開封したすぎて Amazon でね2種類買って、良さそうなものを常時使おうっていう感じですね。シングルサイズは基本的に無印のベッドとかと同じようなサイズ感なので、何を買ってもフィットするかなって感じなんですけど、シングルのこのシーツは結構ぴったりめですね。問題はキングなんですよね。意外とねキングサイズでも全然いけそうですね。そもそも素材感的にねシワになってもおかしくないものなので、意外といける気がします。若干気になるとすればシーツがね真っ白で薄いので、このネルのマットレスのフレーム部分のね濃いグレーがちょっと浮き出てるところが見た目的にはあれですかね。じゃあこれはね選択してこれから使いたいと思います。でせっかくこれも買ったんでこれもね試してみようと思います。素材としてはすごい伸びるタイプのちょっとタイツとかそういう系の雰囲気のやつですね。これもちょっと取り付けてみようかな。もうサイズとか関係なくほぼほぼいける気がする。装着した感じこんな感じですね。シワがないからめちゃくちゃすっきりして見えますね。シーツって言っちゃえばこの伸びる素材だから、そこまでシビアにサイズ気にしなくてもいいのかなと今回思いました。両方合うしね。でこのシーツの場合結構ね毛玉になりやすそうな素材感なので、一旦やっぱりどっちにしろこの洗いざらし系をメインとして使っていこうと思います。これからねちょっとネルを実際に使ってみて、実際どうなのみたいなとか、本当にちゃんと疲れ取れるのどう変わったみたいなところをねこの後半の方で紹介していきたいと思います。はい、実際にねネルのマットレス使ってみて1週間が経ちました。いやめちゃくちゃいいですね。なんかマットレスとかって実際に導入するまではちょっと半信半疑だったんですけど、実際ね朝起きてみるとちょっとね違和感を感じるみたいなやつがほとんどなくなってめっちゃ快適ですね。で今ねちょっと高さがあるんですけど、実はねあの時買ったすのこではなくて、よいしょ、もともと使ってたね足つきマットレスのフレームをそのまま使っています。結構ねこんな感じで高さも出るし安定感もねすごいある感じなので、これでいいかなっていうところですね。推奨はしないんですけど、マットレス買い替えの人とかだとこういう手も使えそうです。で今ね結局シーツに関してはあの時購入した洗いざらしっぽいやつ使っているんですけど、その下にねこのマットレスの上部分にニトリで購入した防水パッドを敷いています。これによって汗とかをねこっちで吸収してくれたり、ちょっとね汚れそうになったら、こっちがカバーしてくれるから、できるだけねこのマットレス長く使うための工夫ってところですね。はい、こんな感じでもう少し使っていきます。はい、というわけで実際にねネルのマットレスしばらく使ってみました。いや結論から言うとめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃ良かったですね。これは結構感動しました。まず何が良かったかっていうと、一つ目としては体のね背中とか腰とか朝起きた時の違和感がだいぶ減りましたね。これは結構ね個人的には驚きだったんですけども、全体的にね沈んで柔らかく包み込むっていうよりかは、意外とねこう寝た時の感覚は硬めのマットレスなんですけど、ちゃんとね腰とか肩甲骨とかなんかね負担がかかるというか体重
重がかかりやすい部分はかなりね程よくホールドしてくれる感があるので、それがねなんか効いてるのかなっていう感じがあります。ぶっちゃけね実際に寝た感じだともう少し柔らかい方がなんか寝やすいかなと思ったりもしたんですけど、実際にねこう何日間か繰り返し使ってるうちに本当に体の違和感が減ったので、これはありがたいですね。今までよく寝具は大事とか、なんか寝てる時間は人生の3分の1だから高いものを買おうとか言われてもねあんまりピンとこなかったんですけど、やっぱりねこの辺実際に使ってみてこういうことなんだなっていうのが感じましたね。マットレスってね体を預けるための家具なので、どっちかっていうと普通のこういうテーブルとかの家具っていうよりかはオフィスチェアの選び方にちょっと近いような感じがしました。ただね柔らかいだけじゃなくてしっかりね機能性を求めて購入するのがいいのかなって感じがしますね。でいい点2つ目としては、振動がね響きにくいっていうところですね。これは実際に使ってみてめっちゃいいなって感じたところなんですが、僕の場合ね今キングサイズのベッドで子供と僕が隣に寝てるんですよ。今までだと僕がねこう寝返りすると子供がね起きるってもあったし、子供がね逆に寝返りしてくるとその振動で目が覚めちゃうっていう、眠りが結果的に浅くなるっていうことがあったんですけど、この辺ねネルのマットレスめちゃくちゃいいですね。こう気軽にね寝返りすることもできるし、一人だけ夜遅くに寝るっていうこともしやすいです。いやー実際ねこの辺家族持ってる人に試してみてほしいですね。実際にね使ってみてよかったなって感じるところはこんなところです。で実際ね物にはいいところもあれば悪いところもあるというわけで、ネルのマットレスちょっと気になるなっていうところで言うと、まずね一つ目としては大きさというか重さですね。ポケットコイルをたくさん使ってる分結構ね重量感があるので、シングルサイズで僕一人でやっとっていう感じで、キングサイズだとちょっとね持ち運ぶのはめちゃくちゃ大変な感じです。重さもあるからその分ね、すのこもちゃんとしたものを選んだ方がいいし、フレームとかもねちゃんと耐荷重を考えて購入するのが良さそうですね。この辺はね機能性とトレードオフっていう感じで、オフィスチェアもねだいたいめちゃくちゃ重たいんでしょうがないかなっていうところですかね。で気になる点2つ目としては、そこまでね重大なことではないんですけど、フレームの色がね結構濃いんですよ。なのできなり系とか白系のねなんかシーツと合わせると横がちょっと変色して黒く見えちゃうんですね。そのところがねちょっと気になるので、できれば本体カラーもう少し淡いグレーとかベージュ系だと嬉しいなと思いました。はいっていう感じですね。ネルのマットレスね結構購入するにはね勇気のいる金額帯なんですけど、10年保証で10年間使えるし、あと新卒時代とかからねずっと使ってきてヘタレたマットレスとか布団使ってる人ぜひ試してみてほしいです。特にね僕みたいにずっとデスクワークしてて肩こりもあるし、しかもね体重もそこそこ重いっていう人にはねベストマッチのアイテムだと思うので、ぜひねこれは試してみてほしいなと思います。ネルのマットレスの場合120日間約4ヶ月自宅で試して、それでね、使い続けるか返品するかっていうのが決められるので、まずはねそういう感じでオーダーしてみても良さそうです。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。この動画気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トボログでした。